こんにちは、和也です。今日はですね、もう今更なんですけど、もう在宅も1年半ぐらい続いて、であと、ちょっと結構 YouTube のね、動画編集とか、自分のねこのチャンネル以外の動画編集とかもちょっとやってたりしていて、結構もうパソコン向かう時間が増えたっていうのと、今更だけど在宅で、家でねやることが増えたっていうことで、結構ね肩が凝るっていうかね、もうこの胸のら辺がちょっと痛くなったりとか、ちょっとそういうことが、結構続いて、でここのね胸のこの辺が痛いなっていうのが、最初はねなんか寝違えたかなみたいな、こう首とか回すと痛かったんで、こう寝違えたかなとかって思ったんですけど、結構ね時間が経っても治らなかった。ちょっと病院とかも行こうかなとか悩むぐらい、こうジャンプとかするとなんかねここがちょっと痛いとかで、最近ねトランポリンとか運動不足だからトランポリンとかもちょっとやったりしてるんですけど、そこの時もねなんかちょっと痛くて、ちょっとまずいなと思い始めて、でやっぱりうちはねあんまり家が大きくないんで、基本的にはねこうリビングで作業とかねしてる、仕事ねしてるんですけど、やっぱノートパソコンだからどうしてもねこう目線が下に行ったりで猫背になったり、姿勢もね結構悪くなったりして、あんまりねこう環境を良くしようとかっていうのはちょっとしてこなかったんですよね。で椅子とかもあんまり物増やしたくないし、そこもリビングにあるものを使ったり、ちょっとね簡易的な折りたたみの椅子でちょっとやったりしてたんですけど、やっぱそこら辺が悪いのかなと思って、ちょっとね今回少しだけだけどちょっと環境が良くなるようなものをねちょっと購入してみたので、ちょっとそのレビューをしてみたいと思います。で大体なんかねこう在宅の環境を整えるみたいになってくると、よくね結構皆さんやられてるのが、椅子とこうデスクとかね、あとはこうディスプレイ、ノートパソコンじゃなくてディスプレイにしてやるとか、そこら辺が多いんじゃないかなって思ってるんですけど、独身だったり一軒家でねなんか自分の自分のこう部屋があってそこで作業できるとかってなると、いろいろねそういうのできると思うんですけど、うちはそういう環境じゃないので、なかなか自分の部屋っていうのは持てないので、ちょっとそこら辺は、仕事専用のこう何かを揃えるっていうのはちょっとスペース的に厳しいかなっていうところでこう考えた時に、やっぱねどうしてもノートパソコンでこう目線が下に行きがちだから、ちょっと上に上げたいと思って、こうねノートパソコンのこの下にこんな感じでこうやってねここに段ボール丸めてこう置いたりして、ちょっと高さをねアップしてやってたんですよね。そうするとそれねやって2週間ぐらいかな、結構ねもうここの痛みとかがなくなったんですよね。でもしかしたらやっぱそのこう下向いてやってるそれがいけなかったのかなとかっていうのもちょっとあって、ノート PC のねこのスタンドをちょっとねちゃんとしたのに段ボールでやると、こう作業してる時にちょっとでもねこう不安定になって動くとコカタンみたいになっちゃうんで、ちょっとねそこをちゃんとしたのをね買おうと思って、で今回選んだのはモフトっていうところから出てる折りたたみのねこうスタンド、使わない時はこんなね薄くなってこうもう本棚っていうかねこう隙間に入るような感じのやつ、ノート PC スタンドって多分2種類ぐらいあって、そういうこう折りたためるやつと、あとはもうね結構、ちゃんとしたこう台みたいなやつ、結構そういうのが多くて、でただそれって結局折りたためない、少しは小さくなるんですけど、結局置くスペースがまた問題になるなと思ったんで、自分はもう完全にこう仕事終わったら、基本はねリビングのテーブルなんでその上には何も置かないで、他のところに置くときも極力ねスペースは
最小限に抑えたいっていうのがあったので、そういう折りたたみのねやつにしてみました。でモフトから出てるやつって何個だったっけな、一応3つぐらい出てるのかな、こうノート PC のこうスタンドとしては。で多分2つ大きく分けるとあって、1つはこういう後ろの面にね、ここに貼り付けて、スタンド貼り付けて使う時だけちょっとこう組み立てて、このね角度をつけてやるやつと、もう一つは、完全にねここに貼るんじゃなくてスタンドだけね別で使うタイプで、自分はねWindows とねこの MacBook どっちも使ってるんで、貼り付けるタイプでねどっちも貼り付けてしまえばいいかなとも思ったんですけど、ちょっと自分のね個人的なあれであんまりこういうのに貼り付けたくないっていうのと、あとはね会社のやつは基本的には借りてるリースのやつなんで、何年か経ったらねまた返さなきゃいけないので、ちょっと貼り付けちゃうとね、多分そんな問題はないんですけど、剥がせばいいんでね。ただ、いちいちねこれ2枚買わなきゃいけないし、そういうのでちょっとね一つでこう2台ねノート PC できるようなものがいいかなと思って、そういうね貼り付けないタイプのものにしてみました。でそういう前提条件を考えると、そのねモフトのモフト Z っていうのかな、モフト Z、スタンディング&スタンドっていうやつかな、確かそんな名前のやつだと思うんですけど、価格はね、定価だと6980円、今回ヨドバシで買ったんですけど、ほとんど同じだったかな、値段は。そんなに値段は安くなってるとかはなかったと思います。6000円ぐらいだったかな。ちょっと後で下の概要欄にも貼っときますけど、値段的にはねここの貼り付けるタイプの方が全然安かった。2000円ぐらいですかね。モフトの公式のサイト見ると、ここにね貼り付けるタイプは、2種類あって、大きいやつとねちっちゃいやつで、大きいやつでいくと2680円で、ちっちゃいやつだと1980円なので、このモフト Z っていうねこのスタンディングデスクスタンドってやつ、これはほぼ7000円なので、だいたい大きいやつでも4000円以上高いっていう感じなんで、結構高い。そう考えるとここに貼り付けるタイプ2枚買えるじゃんみたいな風にもなっちゃうんですけど、あんまり貼り付けたくないっていうのでそっちにしてみました。じゃあ早速開けてみます。第一印象はねもうかなり重い。こんななんか大きい箱で来んのかっていうぐらいね大きくて重かったんで、なんか最初間違えちゃったかと思ったぐらいずっしりしてます。箱はねこんな感じで、裏もねこんな感じ、こういう感じでね4パターン、25度、35度、45度、60度っていう形で、角度変えられるのと、あとはスタンディングね、これができるようになってます。で畳むとこんな感じになるという風に書いてます。でカラーは一応4色展開の、自分はねこの黒にしました。シルバーでもねこのグレーっぽいやつ、これでもよかったんですけどクールかなと思ってねこれにしてみました。なんかちゃんとしたなんかすごいケースに入ってますね。一応こんな感じでねなんかビニールに入ってます。なんかこんな広告的なのが入ってますね。こんな感じ。結構重いね。でなんだろう、質感はすごいいい革っぽい感じ、わかりますかね。ちょっとねこう光ってるようなこういう感じですね。ここにモフトっていうロゴが入ってますね。かなりでもこ
こんな感じでコンパクトだから、どっかにねこう本と一緒にこうね入れとくとか、そういうのはね簡単にできそう。ちょっとまだ最初だから使い方が分かっていませんが、これ意外にパターンをどう覚えていくか。こんだけなんだけどなんか難しいですね。意外に慣れるまでに時間がかかりそうです、自分は。ちょっとねいろいろまだ試してみて、質感はすごい良さそうなんで、ちょっとね試してみてまた感想を言いたいと思います。これねちょっともう何回か使ってみて、最初はねなんか開き方っていうか、これ4パターンね角度あって、25度、35度、45度、60度って、一応ね4つ、パターンがある。でプラススタンディングの状態にできる。でねちょっと結構ねこういう感じで三つ折りじゃないですけどこうなってて、どこでどういう風になるかっていうのがちょっと最初分からなかった。でこれがねこんな感じのが付属されてて、ここにねこれ最初にただの宣伝かなってパッて見た時に思ったんですけど、これね一応ここの最初の状態からこのね角度によって作り方が一応書いてあるんですよね、これ。でこれ非常に分かりやすくて、でこれ見てねちょっと思ったことは、これ見て分かる通りこう色がついてるじゃないですか、この。で色がついてるからすごい分かりやすいなと思ったんですけど、これね黒選んだんで裏表が正直分かんない。でこれカラー色は確かね4種類あったと思うんですよね。青とオレンジとグレーとこの黒で、黒選んじゃったんで、本当は多分こういう感じで色分けされてて、多分ね組み立てる時にすごい分かりやすいと思うんですよね、その色ついてた方が。だから自分ねグレーにすればよかったって今更ちょっと思ってるっていうのはあるんですけど、多分そこは慣れでできると思うんで、いいかなというかしょうがないですよね。なのでこれでいくとね25度でいくと、こういう状態でねあるんで、このねモフトっていうところ、自分の方に向けて、でここにね裏にこういうところがついてるんで、これをただこうするだけ。すごいね簡単。最初この一番この状態にするのもどうやんだろうって一瞬思ったんですけど、ここは単純ですね。このね開いてこれ上げてこう、特にここがなんかガチャってはまるわけじゃないんですけど、これ磁石マグネットがここに多分ついてると思うんですよね。なんかこうカポってここで止まるようになってるんで、だからなんかすごい頑丈。これなんか結構これ自体重かったんで、かなり頑丈で、ここはねこういう感じでここをねグッと革のね素材になってるんで、2段階ですね。こことこの小さいのと大きいのでこう押さえられるようになってる。軽いタブレットとかはこっちでいいのかもしれないですね。でノートパソコンとかはねこっちの方が多分安定する。でMacBook でやると、ここをね、開いてやった方がちょっとやりやすいですね。ここをねグッと開けてこんな感じでね、こう開く。これだとねすごいやりやすい。こんな感じ。これはこれでやりやすい。普通にね下に置いてるよりもこのぐらい角度あった方がねやりやすいんで、ただねこの25度ぐらいだとここのね背面につけるタイプでも多分同じようなことはできると思います。でもねこの25度ついただけでも
こういう感じでねキーボード打ちやすいし、画面もね視線があんまり下に行かないんでやりやすいので、これはこれですごいいいかな。でね、正直この結構細かくできるんですけど、で次はまあ35度で35度にしようとすると、一旦ねこれをこっちにね開いて、でこれを今ねこうやってやってたのをこんな感じでね開く、でこの35度ができる。これはね正直ここのくぼみにこれをねこう乗せてるだけなんで、少しね安定性はあれかもしれない。でも力がかかればねずるっていくことはないかな。でこんな感じでね乗せる。でね、一つ気づいたのはちょっとやっぱこうなっちゃう、なりやすいのかもしれないですね、こういう風にね。でここの角度ぐらいまではね確かに問題ない、一応開いて使えるぐらいなんですけど、あんまりこの角度ではね正直自分は使わないかなっていう感じで、次のね45度はどうなんでしょうここにね引っ掛けるんですけど、こうやってこれはもうタブレットとかでここにね置いて見るとか、座りながら見るとか、そういう時なのかもしれないですね。ここの45度でやっちゃうと画面はねすごい上に来て見やすいんですけど、こんな感じでねこう視線がねすごいこっちに座った時にねすごい高さがあるんですごい見やすいんですけど、このねノートパソコンのこのディスプレイが基本ここまでしか開かないんで、もうちょっと角度つけたいってなってもこれ以上いかないから、ちょっとねこの角度でやるのはノートパソコンはちょっと厳しくなってくるかなって感じですね。なので自分はね一応このね入ってるやつによるとスタンディングっていう風に書いてあるんですけど、これをねここをパカッとこっちもねこんな感じでパカッてやるとこういう風にね、これがね多分 Z だから多分ねこの名前がモフト Z ってなってると思うんですよね。でこうなってくると高さが出るんで、スタンディングでね書いてある通りこういう風にね立ってやる、これも確かにいいのかなと思うんですけど、自分はねもうこのままこの状態でもうね座ってやることを今やってます。でそうするとね画面の角度も全然調整できるし、すごいね目線のところまっすぐのところに一応ディスプレイがあるんで、これだとね最初はちょっと違和感あった、すげえ高えなみたいな、ディスプレイとしてもね多分この高さにしようとするとでしょう、結構大きいディスプレイだったらこんぐらいねなるかもしれないんですけど、この高さって結構大きいと思うんですよね。だけどこれぐらいあった方が疲れないと思います。自分はね疲れない。でただこうするともうねここのマウスのキーボードとかは使えないんで、ちょっとね外付けの、キーボードが必要になってくる。キーボードとねマウス、でもねこれすごい良くて、ここがこうアンダーカットっていうかね、この下がねこのパソコンよりもこの下にねこう入るスペースがあるんで、ここに自分はちょっとこれまたこのねキーボードもすごいいいんで、このキーボードだけの紹介もちょっとしようかと思ってるんですけど、ロジクールのねキーボード MX キーズってやつですかね。ここにダイヤルとかがあるやつも確かあるんですけど、それはコマンドでねこう選べてすぐ起動できるとか、ちょっと中身はあんまり分かってないんですけど、こいつねすごい薄くて、このね押しやすい、ここがねちょっとくぼんでるんでめちゃくちゃ押しやすいんですけど、これはまた別途で、こいつをねこんな感じで今はね運用してる。で
まあこいつのキーボードもね123って割り当てられるんで、まあ、会社のやつとねこれですぐ使い分けられるんですごい、もうこんな感じでね今やってるんですよね。で実際にはもうちょっと奥かな、このぐらい奥でこんな感じでやって、でなんか手書きしたいときはここでねiPad でこうできるように今はしてます。でさらに言うとこんな感じでね iPhone もここのねちょっとここが幅があるんでこういう風に置くことができる。すごいいい。まあこの下にね置いて、まあこの状態でご飯食べるってことはないですけど、キーボードとかもねちょっと奥のここにしまって、まあここちょっとねスペース空けることもできるし、結構こいつはねほんといい。でこのスタンディングの状態にしても結構ねぐらついたりしちゃうかなとかって思ったんですけど、めっちゃね安定してるんですよねこれ。全然もう倒れるとかそういう心配はないんですよね。だから安心。まあこういうタイプじゃないスタンドもまああると思うんですよね。この土台のね角度がこうすごい角度こういう風に変えられるとかって確かあるんですけど、まあノートパソコンだったらねこの角度調節はここでねできるから、まあ正直このモフト Z このスタンディングにしちゃうとここの面はね基本は水平でね保たれてますけど、まあ全然問題ないかなって自分はね思ってます。だからねこれ本当にね姿勢があんまり悪くならない、結構高い位置にあるから、慣れれば本当全然疲れなくなった感じはするんで効果はあったかなって思ってます。というところでね値段はねちょっとやっぱ高いですけど質感もいいし、何よりもやっぱりこのサイズまでちっちゃくできるっていうのがめちゃくちゃいいと思うんですよね。このサイズですもんね。この薄さ MacBook と比べるとまあ13インチですけどこんな感じで、厚さはほぼ一緒でね大きさこんな感じ。強いて言うなら、まあね安定性に関わっちゃうと思うんですけど、このねこの幅 MacBook と同じぐらいのここの高さっていうかね幅だったらさらに良かったですよね。仮になんかどっか持ち運ぶってなった時もこのねケース MacBook のケースとかと一緒に持っていけたかなっていうのはねちょっとあったんですけど、まあねそこはしょうがないかもしれないですね。これね全然本当にね安っちさとかもなくてかなり高級感というかねしっかりしてるのでとてもおすすめです。でねやっぱパソコンの形状によっては Windows のねバイオディスプレイ開けるとキーボードの角度が立つようにこう下にねこういう風に上側の蓋の部分ディスプレイの部分がねこう下にこう出てくるんですよね。ここだけねわかりますか、このディスプレイのねこの下よりもこの下にねここのディスプレイのここが出っ張ってくるんで、ちょっとねこのスタンドの上でこうやっちゃうと結構不安定になる可能性があるんで、まあこういうところはねちょっとこう奥側に置いて、あまりこのディスプレイのこの下がね干渉しない位置にすれば基本的にはフラットにここが置けるんですごい安定する。ちょっと最初ねそこだけこっちのね会社用のパソコンはそういうのがあったんで、まあそこだけ気をつければ特に問題ないかなって思います。まあこういうタイプのねやつはちょっとそこだけね工夫しておけば特に問題はないかなって思います。じゃあ今日はねここでモフトのねスタンディングデスクスタンド&スタンドってやつですかね。まあこいつ紹介してみました。もしよければ購入して快適な在宅環境を作ってみてください。じゃあまたね。